今回は、ページを使用して複数ウィンドウを操作するプログラムを作成しましたので、紹介します。用いるウィジェットは、トップレベルを使用します。ツールボックスよりトップレベルをクリックすると、このように画面が作成されます。ここにボタンなどを配置していきます。今回、作成されたのがメインウィンドウとなるトップレベル0。このボタンを押すと、トップレベル1に移動します。同様にトップレベル2のボタンを押すと、トップレベル2のウィンドウに移動します。また、トップレベル0へのボタンを押すと、メインウィンドウに戻ります。終了ボタンは、プログラム全体を終了します。それでは、プログラムについて紹介していきます。こちらがページによって自動生成されたコードとなります。一つは部品の配置を記述したもの。もう一つは、ロジックを記述するサポートモジュールとなります。それでは、修正したコードを実行してみましょう。実行するとこのようなメインの画面となるトップレベル0の画面です。トップレベル1を押すと、このようにトップレベル1の画面が表示され、トップレベル0を押すと、メインの画面に戻ります。同様に、トップレベル2を押すとトップレベル2の画面が表示され、トップレベル0を押すと、メインの画面に戻ります。また、終了ボタンを押すとプログラムが終了します。それでは、プログラムを見ていきましょう。こちらの GUI を定義したファイルについては変更がありません。こちらのサポートモジュールを追加修正しました。まず、メイン関数ですが、ここでの修正点は、65行でメインウィンドウの×印でプログラムを終了するように設定を行っています。そして69、70行で使用する、グローバル変数アンダーライントップ1とアンダーライン W1 を設定しています。アンダーライントップ1は、ウィンドウそのものを指す変数であり、アンダーライン W1 は、そのウィンドウに配置されたウィジェット群を管理するためのオブジェクトを指す変数です。この2行によって、からのウィンドウに具体的な GUI が描画されます。ここでは、トップレベル0のウィンドウの設定ですが、変数の番号が一つずれていることに気をつけてください。そして、トップレベル1のウィンドウについても同様な設定を行っています。ただし、この場合、最初は非表示としますので、81行目、82行目のような記述を追加しています。同じように、トップレベル2のウィンドウについても同様な設定を行っています。次はボタンに対する関数の割り当てです。ボタン1、2、3がトップレベル0に配置されたものとなります。ボタン1が押されると、オープンアンダーライントップレベル1関数が実行されトップレベル1が表示され、ボタン2が押されるとオープンアンダーライントップレベル2関数が実行されトップレベル2が表示され、ボタン3が押されるとデストロイアンダーラインウィンドウ関数が実行されプログラムが終了します。96行目では、トップレベル1に配置されたボタン4にバックアンダーライン2アンダーラインメインアンダーラインフォーム1関数を割り当てています。このボタンを押すとトップレベル0に戻ります。同様に、97行でも、トップレベルに配置されたボタン5に、バックアンダーライン2アンダーラインメインアンダーラインフロムアンダーラインに関数を割り当てています。次は、各関数の定義について説明します。最初はオープントップレベル1関数について見ていきましょう。この関数では、22行でトップレベル0を非表示とします。そして、非表示になっていたトップレベル1の再表示を行います。ここでの番号は、一つずれていることに注意してください。同様の設定を、オープントップレベル2関数についても行っています。次はバックアンダーライン2アンダーラインメインアンダーラインフロムアンダーライン1関数です。この関数はトップレベル1のウィンドウより、トップ0のウィンドウに切り替える関数です。まず、トップレベル1を非表示として、トップレベル0を再表示します。同様にバックアンダーライン2アンダーラインメインアンダーラインフロムアンダーライン2関数についても48、49行のように設定を行います。最後にデストロイアンダーラインウィンドウ関数を説明します。この関数が実行されると、
メインウィンドウ、ルートとその中に含まれるすべての部品、ボタン、ラベルなどをメモリー上から完全に破壊・削除します。そしてルートに何もない状態としプログラムを終了します。